独創性豊かなラーメン。カレーにうるさい私がうなるカレーラーメン。移転で転々としながらも熱烈なファンがついていくラーメン。お肉とチャーシューがすごいラーメン。未読横丁の締めの一杯。八戸のラーメン特集第4弾は、これまでご紹介した特集にも負けないくらい、どこもファンが根強くついている人気店。いやー、まだまだあるんですね。まず1軒目は八戸の人気店サマロをご紹介しましょう。ここは前から気になっていました。ネットで紹介されているラーメンの写真を見たのですが、ストレート麺が上品にまとめられていて美味しそうなんですよね。当店おすすめのメニュー、新安そば、塩と醤油が、これは塩味。北海道産の小麦粉を使ったストレート麺は京都のラーメンを思い起こさせます。鶏チャーシューで、普通のチャーシュー、豚。自家製手打ち麺はこだわりの一品です。小麦の香りともちもちとした食感。スープ。魚介のうまみを丁寧に重ねた上品で後味のきれいなスープです。チャーシュー、こっちは鶏チャーシュー。混ぜそばは5種類あるみたいですね。ガーリック。生卵を割り入れ絡めながら食べます。美味しそうです。このタレが甘辛くてニンニクが効いてて美味しいです。他に辛い系や煮干し系、バター味、柚子味と選べます。パイカ丼。とろとろの肉。パイカ丼は三沢の名物ですが、三沢のラーメン特集でも紹介する予定ですのでお楽しみに。柔らかく軟骨付きの豚肉が煮込まれて、これはハマります。ごちそうさま。この輪ゴムは何のためでしょう。結局聞き損ねてしまいました。駐車場はちょっと離れたバス停の後ろにあります。麺魂と書いてメンソールと読むそうです。メンソールサマロ、なんと後で分かったことですが、八戸ラーメン特集第1弾で紹介した麺屋やだらのお店で店長をされていた方が独立されて始められたお店ということです。
通りでそのユーモアのセンスが共通するところあり、また美味しいはずです。さらに独創性のあるメニューはお客さんを楽しませてくれます。ぜひ食べにいらしてみてください。やだらはもう一度行きたい店として心に留めているのですが、ここもまたその一つになりました。まだまだ行きたい店はたくさんあるのに、良い意味で困りました。さて次の店も驚きの美味しさ。伝統の煮干しの品そばを作り続ける老舗、創業43年になる塩出です。塩出のこだわり、三段仕込みで煮干しをたっぷり使用。マイワシ、カタクチイワシを数種類ブレンド。品そば1杯で約 40g 分の煮干しが入っているそうです。煮干焼きそばも 700g とボリュームあって美味しそうですね。食べ物の持ち込みは禁止だそうですが、お酒を除いた飲み物の持ち込みは大丈夫だそうです。餃子も美味しそうです。お待たせいたしました。はい、ネギチャーシューです。はい。わ、大きいですね。すごい。チャーシュー、スープ、いい匂い。昔ながらの品そばかなと思っていたのですが、これは良い意味で期待を裏切られました。普通のラーメンをここまで美味しく作るというのは本当にすごいことだと思います。煮干しだしといっても濃厚タイプは私苦手で、塩加減も関西人の私にもパーフェクト。メンマ、サラサラしているのにうまみもしっかり感じ取られ、美味しく全部飲み干せました。餃子のタレを準備。酢、醤油、ラー油、胡椒、こちらは酢と胡椒。餃子も美味しいです。こちらはカレーラーメン。お肉、お蕎麦屋さんやラーメン屋さんのカレーってそこまで私期待していないのですが、これは美味しい。カレー屋さんをやっても成功するのではないかというレベルです。このカレー美味しい。ご飯も一緒に食べたくなるカレーが。完食。八戸ラーメンの奥深さ参りました。ごちそうさま。3軒目は視聴者さんからもおすすめのあった有名店
のすけ、場所を転々と移られて現在の場所に至ります。つけ麺の黒。昼間だけの営業ですが、人気店で次から次とお客様が入ってこられます。美味しそうな半熟卵。つけ汁側にもチャーシューや具材がたくさん入っていて美味しいです。味噌のすけ。こだわりの自家製麺。柔らかいほどけるチャーシュー。卵。メンマ。たまらない美味しさ。絶妙なバランスで仕上げられている味噌スープ。ごちそうさま。美味しくて全部飲み干しました。ごちそうさまです。美味しかったです。これオスとメスってメニューがあるじゃないですか、はい、あれはどう違うんですか？煮卵が入ってるか入ってないか。あ、そういうことなんですね。はい、メスが卵が入ってるんです。鶏の卵がメス肉がメスじゃない。がオスメスじゃないんですね。はい、違うんです。はい、卵が入ってるか入ってないか。あ、なるほど。はい、美味しかったです。ありがとうございます。4軒目は先ほどののすけに行こうと思って携帯のナビに案内させたら間違って着いたお店、ラーメンストリート桜。まあこれも何かの縁だと思って入ってみることにしました。それがまた当たりでした。はい、お願いします。はい。ニューヨークスタイルを意識した店内。豊富なメニュー。これは迷いますね。爆肉油麺。どのメニューもお肉がすごそうです。ラーメンを注文するとご飯は無料サービスだそうです。でもラーメンだけでもお腹いっぱいになりそうなのでやめておきましょう。平日限定のコーヒーサービスをいただきます。ボタンを押すと豆をひく音が。いい湯気ですね。
はいはいどうも味噌ラーメン。このお肉すごいですね。分厚い。私好みの麺、ちょうど良い太さ。スープ、とろとろチャーシュー。さっきトラックが止まっていたのですが、八幡平本店の老舗の肉屋さんがお肉を卸しているようですね。良いお肉を使っています。ごちそうさま。です。どうもはい、失礼いたします。すごいね。こんなチャーシューとこんなお肉も入ってる。背脂がたっぷり。美味しい。これはスープ、ニンニクもたっぷり。見た目はともかくこういうがっつり系のラーメンいいですね。お肉たっぷり楽しめます。お肉好きな人はぜひラーメンストリートさくらおすすめです。ごちそうさま。まゆここはオープンして7年になるそうですが、5年ぐらいはすごく暇だったそうです。この2年本当にお客さんがいっぱいになりました。間違ってきたけど良かったです。最後は弥勒横丁の入り口にある麺所。店内撮影禁止ですが、手元だけは撮っても良いということで撮らせていただきました。八戸ラーメンミニサイズにしました。お腹に優しく煮干しと鶏ガラのバランスの良いスープです。ミニしじみラーメン、手もみチリチリ麺が美味しい。青森の13個の有名な大和しじみを使っています。濃厚な出汁ですね。ここは飲んだ後の締めに食べに来る人も多く、ミニが用意されているのはありがたいでしょうね。ごちそうさま。いかがでしたか？八戸ラーメン。ここまで19件紹介してきましたが、どこもレベルが高く、それぞれに特徴があり、まだまだ美味しい店がありそうです。第5弾もご期待ください。もう少し違うお店を回ってみて、そのうち総集編も作りたいですね。9時から美味しい情報を発信する昭和レシピチャンネル。登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。最新動画へのハイプも感謝です。今週は出番なかったですが、昭和レシピチャンネルのゆるキャラたちもよろしくです。では、9時の奇跡の生誕院マッサージオリエンタルへもどうぞお立ち寄りくださいね。んでや、まだナス、ノス、ベモス、チャウチャウ。